Hi guys, let's play Pentiment. 裏の方はだいたいお話が終わったかな。じゃあ、修道院の方に行きましょうかね。これはゲルトルートさんかな。ゲルトルートさんと話をして、あとは焼けてしまった大修道院跡を調べてみようかなと思います。OK, let's go. なんだろう。シスター・ゲルトルートは、キアサウネ・クララ会が来る前は、ベネディクト修道院の修道女だったから話を聞いてみよう。私の壁画のために、修道院の歴史についていろいろ教えてくれるはず。聖堂は後かな。まあ、いいか。聖モーリッツの手。ああ、飾ってあるんですね。ベネディクト会がなくなったからクララ会が管理しているわ。これは変わらずか。他は何もない。いたいた。ゲルトルートさん。雨のご加護がありますように、マグダレね。お願いしたいことがあるのですが。マグダレで、できる限りお手伝いします。わあ、いい人だ。ヒストリア・タシエという本を持っているのですが、あまりうまく読めないんです。翻訳を手伝ってもらえませんか？そのような文章を訳せるほど、私はラテン語が得意というわけではないんですよ。文法構造が複雑すぎて。あらら。ごめんなさいね、マグダレで。大丈夫です、シスター。他の方法を探します。もう一つよろしいでしょうか。ラートハウスの壁画についてなんです。あら、もっと塗料が必要でしたか？まだ没色紙の蓄えがあるはずです。いえいえ、シスター。塗料は足りているんです。実は、キアサウの歴史についてお聞きしたかったのです。修道院の設立やタッシングの聖人の歴史をラートハウスの壁画に盛り込みたいと考えています。マチュー牧師は修道院に住んでいたので、手紙を出したのですが、実際に見てみたいと思ったのです。ああ、マチュー修道士は牧師になったんですね。もともとそういう仕事が向いていましたから。でもそのためにこの丘に来たわけではありませんよね。聖人の歴史に興味があるんでしょ？修道院を案内していただいて、その歴史について教えていただきたいと思っています。クララ会は女性であっても修道院に部外者を入れないのです。マザー・フランチスカは、そんな世俗的な関心事を抱く人が来るのを嫌がるでしょう。わかりました。そうなると私は仕事がしにくくなりますね。老いぼれ。選択肢が。仕事はしにくくなりますね。最後まで言わせてください、マグダレネ・ドラッカリ。おや？ただし、マザー・フランチスカは、修道院への入会を考えている人ならいつでも歓迎しています。なるほど。真面目に修道院で入ろうと考えている若い女性なら、中に入ってシスターたちを観察できるかもしれません。聖職者として生きることを考えながら、他にどんな発見があるのか、誰にもわからないでしょう？はい、なるほど。いろんな選択肢を探ってみるのもいいかもしれませんね。ずっとそのベールが気になってたんですよ、シスター。ファッションにも通じるものが。これはちょっと違うと思うけどな。これ、修道院の見学な時間がかかります。これからマザー・フランチスカに会いに行きませんか？行きましょう。いいえ、その前にやることがあるんです。もう、いいでしょう。行きましょう。マザー・フランチスカ、マグダレネ・ドラッカリンをご紹介します。印刷工の娘さんですね。知ってるんですね。兄のご加護、マグダレネ。トマス神父からお父様の病状を伺いました。私たちは毎日彼ら回復をお祈りしています。お父さんのことを知っている。ありがとうございます、大修道院長様。あなたがそのことを聞いたことがあるとは知りませんでした。こっち。それが、ちょっと私たちを養ってくれる社会に使える私たちの務めです。さて、これはどういうことでしょう？シスター・ゲルトルート、我々の神聖な規則は知っていますね。
なぜミストレス・ドラッカリンをお連れしたのですか？お許しをマザー。マグダレネはこの世に居場所を求め、聖なる生活を考えているのです。私は修道場を見ることが、彼女の精神的な探求の助けになるのではないかと思ったのです。彼女はその考えに勇気づけられました。そうです。はい。マグダレネは、演技が下手だね。ミストレス・ドラッカリン。あなたは今まで大修道院に来なかったのが不思議なくらいです。あ、そう。怒られちゃった。もし神があなたを修道院に呼んでいるのなら、私は喜んでその聖なる大義を果たすお手伝いをいたしましょう。何がきっかけで変わったのかしら。なぜクララ会に入ろうと思うのです？父の手伝いをして、一人で店を切り盛りして壁画を仕上げるなんて、自分には無理なんじゃないかと不安です。これはなんかマグダレネの性格に合わないな。私は政治についての本を読んできて、彼らの人生と神への献身についてもっと学ぶ使命があると感じています。一応、ドラッカリン、マグダレネの背景にはこういう知識とかがありますからね。まあ、修道女になれば結婚しなくていいし、残りの人生は子供を産むだけになるよりはずっとマシです。これは、なんか違うな。嘘を作って書いてますね、これは。私、聖なる幻を見たのです。聖サティアが私はより高重者に尽くすよう運命づけられているとおっしゃいました。ちょっとこれは無謀すぎるな。まあ、これにしましょうか。あなたが修道女として私たちと共に成人の生活に身を捧げることができるのは確かです。施策に満ちた生活は、世俗的な報酬とは比較にならない充足感をもたらします。どうぞ、来なさい。私たちの秩序についてもっとお話しさせていただきます。あらら、うまくいったのかな？私たちの小さな修道院は、シスター・ゲルトルートから聞いていると思いますが、以前はもっと大きな小さな合同修道院の一部でした。ただし、クラマ会はかつてここに住んでいたベネディクト修道会とは大きく異なる生活をしています。私たちは、生産は私たちの行うべきことではないと考え、サッシングの社会が与えるにふさわしい施しだけで生活しています。同様に、ここにいる修道女たちは誰も個人的な財産を所有していません。私たちは、教会からの贈り物としてこの女子修道院を共有しているのです。私たちは、主が私たちを製品と奉仕の生活に召されたと信じています。そのような生き方に魅力を感じますか？マグダレネ。あらー。まだ完全に確認しているわけではありません。見て回って調べて、この場所の感触をつかみたいです。マグダレネ、お分かりにならなかったようね。私たちは意図的に世界から身を閉ざしているのです。修道女の仕事を邪魔したり、私たちの規則を乱したりする、非神道を受け入れることはありません。ただし、シスター・スザンヌに私たちの務めをお見せすることを許可します。ごゆっくりどうぞ。終わったら私に会いに来てください。あなたの入会の決定について話し合いましょう。言っちゃった。やっとだ。彼女の話は終わらないかと思ったわ。ちょっと、言っちゃいけませんよ。そういうことを。正直なところ、修道院に入るために来たのではありません。アートハウスに描く壁画のための参考資料を探しているのです。いきなりぶっちゃけちゃうので、スザンヌさんもすら驚くよね。案件を始める時間よ。あなたは来ても来なくてもいいわ。あなた次第です。なんだこれ。さて、見学を始めます。最初はどこに行けますか？講義が終わったので、私はここに来た目的を果たすことができます。あなたも来ますか？一番上のやつにしましょうか、一応。交渉人のマークがついてるし。犬は記憶に残ります。スザンヌさんは？でも、マザー・フランチスタがおっしゃったのは、彼女は私があなたと一緒にいる限り見学してもいいと言いました。本当に私たちどちらをも困らせるつもりですか？いいえ。私はいつもマザー・フランチスカの命令に従います。修道院には多くの部分があります。厨房、ロクアリウム、3次会会議場、庭、そして古い工房。でももう誰もその古い苗は使っていないけど。まあ昔の大修道院の作りのまんまだ。
とはいえ、古い工房ってなんだろう。最初にどこに行くかを決めるのはあなたに任せます。お、じゃあついてきてくれるの。石取りや足し一度割り、ということだ。これ中庭ないで。入れない。入れないっていうか、ちょっと待って、いろんなものが気になるけど。こっちから行くか。マルガレイテさんだ。久しぶり。神のご加護。この猫ちゃんはあれか。名前忘れちゃったけど。何代目かなあの猫かな。これ行くと台所か。さあ、まずは一番奥から行こうか。工房って言ってるの、はいいや。工房って言ってるのは、昔アンドレアスたちが作業していた場所ないから。あれロクアリウム。大修道院の訪問者のほとんどがここに来ますが、中に入ることは許されません。私たちが外の世界に出ることも許されません。マザー・フランチスからおっしゃったように、孤立は私たちの誓いの一部なのです。昔のベネディクト修道院のシスターたちは、時々街に出て男性と話すこともあったと、シスター・ゲルドルートがおっしゃっていました。私はここで一生、この壁を見据えて生きていくのです。なんか、含みがある言い方だな。あなたはここにいて不幸なのですか？シスター・スザンで。クララ会のシスターになりたかったわけではないのですね。そんな気配がありますね。シスターになったことを後悔していますか？考えてみましょう。シスター・スザンヌはここでの生活をあまりよく思っていないようね。彼女を責めることはできないわ。彼女はそれを退屈な人生だと思っているに違いない。こっちかな、退屈。それでも、彼女にはシスター・ゲルトルートやその他の人々のような情熱はない。もし彼女がここでの生活をそれほどまでに嫌っているのなら、私は彼女に教団を去るように進めるべきかもしれない。彼女は何らかの理由でここに留まることを選んだのだろう。私は彼女を励ますべきかもしれない。さあ、なんか難しい選択になってるな。嫌なら別にここにいなくてもいいんじゃないのっていう話ではあるけど。そうできない理由もあるのかもしれない。さあどうしようかな。励ましてみようか。私だってもういざ不幸にはなりたくないと思ったことがあるわ。私は彼女に修道院生活の楽しさを再認識させることはできるかも。でも無理強いはしたくない。悩ましいですね。これに行ってみようか。なりたくてなったわけじゃないんだね。まあ、修道女になりたい人なんていますか？そういう感じなんですね。なりたくてなってる人もいると思いますよ。父は赤ん坊の私を教会に預ける約束をしました。母が妊娠中に苦しんだ時に、父がいくつかの誓いを立てたのです。赤ん坊の時にもう決まってたの。だから私は、17歳になった夏にクララ会に入れられたんです。それはちょっとかわいそうだな。それであなたはここに入ったといういきさつでしょうか。誰もあなたの望みは聞かなかったのですか？本当にお気の毒です。何人たりとも望まぬ人生を強いられるべきではありません。修道女になることは名誉なことではないのですか？これ。なぜそんな必要が？クラナ会は生きるために他人、それも子供たちの備え物に頼っているのです。私の家族は教会に対して献身的なのです。私は修道院に入ってまだ2年ですが、頑張っています。祈ることは嫌いではないし、時間も気になりません。主への献身を確信しています。しかしこれは私が望んだことではありません。しかし、女性はいつから罰せられることなく欲しいものを手に入れられるようになったのでしょうか。イブでさえそんなことはできなかったのに。私たちはできる限りのことをするしかありません。いつか変わることを祈っています。わかります。好きなところに自由に行けるようにはなりましたが、それでも結婚や主婦業に対する期待に縛られているのです。それほど悪くはないですよね。気持ちに寄り添ってみるか？街を駆け回っていた頃を思い出します。結婚したかったな。母親になりたかった。時々、シスター・ゲルトルートやシスター・マルゲリエッテに嫉妬することがあります。なんで？彼女たちは20歳になる前に少しでも外の世界を見ることができたわ。ここはピストやプロテスタントの反政府勢力から守られていますから。いい人生ですよ。
どうして出て行かないのですか？あなたは幸運だと思います。男の子と付き合う必要がないんだから。他にできることがあるとすれば、それは何ですか？マチルダとボイシラフを忘れないで。彼らもかつては生きやさの一部でした。わー、選択肢が5つもあるよ。一番上のこれは、まあ、いろんなものから隔離されてるからね。言い方を変えると守られている。どうして出ていかないのか。これはちょっと聞きたいですけどね。男の子と付き合う付き合わないは、これはまだわかんないだろうから。他にできることがあるとすれば、これはちょっと聞いてみたいな。マチルダとボイスラフ。これは、付き合ってるのがバレて、別れさせられたってやつか。これにしよう。他にできること。一度くらいは大都市に行ってみたかった。天使の妻でいるだけで幸せだったと思います。なるほどね。ため息ついちゃってる。聞いてくださってありがとうございました、マグダレネ。こういう話はなかなかできないのかもしれませんね。さあ、引き続き修道院の中をお見せしましょう。お願いします。はいはい。そうだね。もともとそれが目的だからね。スザンヌさんの愚痴を聞きに来たわけではない。ロクアリウム行ったから。じゃあ、礼拝堂行きますか。あれ？何もないのか。これなんだろう。っていうか、ゲルトルートさんがいると思ったら、礼拝堂の説明だったね。ここは、シスター全員が集まって、ミサと典礼を行う場所と。修道院の最も古い部分。心よくね。どうしたの、ゲルトルートさん。またお会いしましたね、シスターゲルトルート。修道女たちが何年もかけて少しずつ手を加えてきましたが、初期の大修道院を象徴するものですから。なるほど。塔と図書室がある。ここはまだ回廊が建設中ですね。塔と図書室。両方とも燃えちゃったんじゃないかな。この塔は、この建物は、修道院になるずっと前には、ベルクフリートでした。ベルクフリート。要塞だから、ってこと？神聖ローマ帝国が発展した後、公国がベネディクト修道院に寄贈したのです。天守としての利用価値はありませんでしたから。これらの壁は何世代にもわたってタッシングを精霊や戦争から守ってきました。ここにもラテン語が。神は、1261年に私たちの修道女と修道士を導くために、ファビーニュ夫人を召された。ヒアサウ教の城は皇帝フリードリヒ2世が亡くなった年に火事で焼け落ち、塔だけが残った。よくできました、マグダレネ。そう、一つ目には大修道院の創立年が記されています。1261年か。実際この古城を二重修道院にすることを提案したのはヒアサウ夫人よ。私たちは反乱の直後に二つ目を追加しました。マザー・イルミラートはそれがふさわしいと考えたのです。たとえ修道女がここにいなくなっても、起こったことの記録は残るだろうと。反乱というのは、18年前のことかな。ヒアサウは独特なのです。町と修道院を守るために、男女2人の聖人がいる合同修道院。では、大修道院の基礎は神聖ローマ帝国よりもさらに遡るのですね。戦争や軍隊のために建てられた場所を修道院が再利用するのは奇妙に思えます。王爵が教会に寄贈する以前から、この要塞が聖モーリッチによって築かれていたというのはとても興味深いです。この地には聖人たちの長い歴史があります。かつて失われたと思われていた多くのものが、私たちの生き方の真の基礎となっているのです。あなたの言う通りでした、シスター。この壁画はラートハウスのために大いに参考になりそうです。そうですね。歴史がよくわかりましたね、これで。お役に立てたのならよかったわ、神のご加護をマグダレネ。1261年だった。なんだこれ。ご機嫌いかがですか？トマス神父からお父様が襲われたことを聞いてから、シスターたちと一緒に祈っているんですよ。シュトルツ医師の元に駆けつけるなんて、本当に勇気がありますね。犯人が近くにいたかもしれないのに。
ああ、これはお父さんが襲われた夜のことですね。私は何かをしなければなりませんでした。父を襲った者がまだ周辺にいたとしても、何かをしなければならなかったのです。そんなこと考えもしなかった。本能のままに行動したんです。ただお父さんが一刻も早く助けをしようとしていることだけは分かっていたので。正直なところ怖かったです、シスター。シュトルツ医師のことを思い浮かべたのは血が大量に出ていたからです。どうしようかな。父を襲った者がいるっていうのは分かっていたかもしれないけど、動かなければならなかった。あの夜、主があなたと共におられたのですね。あなたが危険な目に遭わなくてよかった。今朝、セントサティア聖堂であなた方のために特別に献上ろうそくを灯しました。シスターゲルトルート、ありがとうございます。父は明るくしてますが、あまり時間がないのは分かっています。父は痛みは引いたと言いますが、シュトルツ医師は脳出血を心配しています。私の助けなしでは起き上がれないし、歩き回ることもできません。シスターゲルトルート、私はどうしたらよいのか分かりません。割と、マグダレナ受け入れてるんだよね。あまり時間がないっていうので、これかな。信仰を持ちなさい。主は自身の子にしたように、クラスのことを気にかけてくださいます。修道院で大箱が残っていないか見てきます。大箱？なんかの薬に使えるのかな。スープや温めたワインに混ぜれば、脳を温めて感染を防いでくれるはずです。へえ。ありがとうございます、シスター。パッシングの皆さんにはいつも助けられてばかりで頭が上がりません。そうであることを祈ります。壁画のことで忙しくしているのですが、時々泣きたくなることがあります。公平です。なぜ神はこんなことを許すのでしょう。いつも自分の無力さを感じてしまいます。これかな。こっちでもいいけど、こっちにしよう。教会はキリストの分身なのです、マグダレンで。私たちは皆一つの共同体であり、フランスがその時を迎えるまで助けたいと思っているのです。今がどうであれ、神様はきっといい方向へ導いてくださいます。神は時を超えて物事を見ることができますが、私たちは現在に縛られています。長い間生きてきて、悪魔が畑を焼いたと思っても、種の果実がなるのを見たことがあるのです。マグダレネ、信念を貫くのです。ありがとうございます、シスター。その言葉のおかげで心が温かくなりました。前を向きます。こんなことが一切起こらなかったらと思います。これ。神のご加護がありますように。はい。ゲルトルートさんとのお話は、ここまでかな。よし。じゃあまた他のところを見て回りましょう。一旦中断します。